突然ですですはらせんということで始まりました原線ラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、飲んじゃったもの、食べちゃったものなんかの話をしております。ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いしますということで、見ましたと言いたいところなんですが、僕が何も見ていないんですね。で、昨日はある番組の収録に行っておりまして、まだこれ言っちゃダメっぽいんですが、言っちゃダメっぽいっていうかが、昨日の爆笑問題さんの爆笑カウボーイでポロッと言ってたんで、いいのかなっていうことはないと思うんですが、ある番組の収録に陣内君がって言ってて、たくさん出演者がいて、楽屋も狭いんで、僕はサブってどう言ったらいいのかな、いっぱいモニターがあって、そこでディレクターさんと、音声さんと、あとは VE さんとかいる、そういう編集室で副調整室でネタ出しをしてたんですが、いやー、その番組がもう非常に面白くて、リハ終わって本番始まる前に機材セッティングして抜き差しするのもちょっと怖いってことはないんですけど、このご時世ね、いろんなトラブルがつきもんなんで、こうつけたまんまにしてたんで、じゃあネタ収録始まったらもうずっとそのサブにおろうと思って、ちょうどね、本当リハで音声さんの方でいろいろトラブルがあったんですね。でそれを横で見てて、SE さんなのかな、なんか音が出ないみたいなトラブルがあって、20分ぐらい収録がリハが止まっててスタートしなくてっていうのがあったんで、じゃあこっちでもトラブったら嫌だなと思ってそのままにしておったんで、リハ終わってからすぐってこともないか、サブに上がってその収録をずっと見てたんですけども、面白かったですね。ネタ番組だったんで、それぞれのネタの人は当然面白いんですが、あるコーナーでね、これもうめちゃくちゃ笑って、あんなにねサブで笑うってことはないですよ。本当にサブで総合演出というか、チーフディレクターがこういろいろ指示出すんですけども、その周りのスタッフも含めてもうゲラゲラ笑ってましたよ。だから非常に放送が楽しみではありますが、どこまでね、なんていうのかな、うちは受けではないんですよ、確かにね。ただ言ったら、そんな玄人集団がゲラゲラ笑うようなものがですね、一般のテレビで放送した時にどこまで伝わるんだろうなっていう危惧はなきにしもあるんですが、ただめちゃくちゃ面白かったんで、これ放送が楽しみですね。放送自己レベルのくだらないものになるのかもしんないですけども、あんまりねそこは編集入んないと思うんですね、あの番組自体ね。なんで楽しみではあるんですが、本当に面白かったな。本当に近々放送近々と言ってもね、テレビなんで2週間ぐらいはかかるとは思いますが、お楽しみにというところですかね。本当に面白かった。で、陣内君のネタも受けてましたし、
お客さんも若干ですがちゃんとソーシャルディスタンスをとって、少ないながらも入ってたんで、受けも良くて良かったですねというのが昨日ありまして、それが本当一日中かかってたんであれでしたけども、帰ってきていろいろ進めながら、またねセブンルールをやってたんですよね。昨日は火曜日ですか、火曜日はセブンルールの日ですか。なるほど、ということでセブンルールを見てたんですけど、やっぱりあの番組面白いね。どこでそのお前適当なルールの適用、お前って言っちゃいけないね。どこで適用してんだみたいな。あれ本人がこれがルールですっていうパターンと、勝手に編集上これ数足んねえからここにルール掘り込んどけみたいなんでボーンって入ってくるパターンとあんのかなと思いながら、ある程度はこれがルールですって言ってやってるんでしょうけども、勝手にねこう第三者目線でこれルールにしちゃえみたいなのってやっぱりこうね、なんていうんですか、こう第三者からの決めつけみたいなのって言うたらパブリックイメージをこうなんですかね、誇張するようにするっていうのはやっぱ面白いなと思ってね、改めて自分この間作ったセブンルールのやつを2本今上げてるんですけども、1本はココスのエヴァコラボのハンバーグを本当は、ハイジみたいな食レポがGoPro でねあるしやってみようと思ってね、収録したものをナレーションでこう紹介するみたいなのを作ろうと思ってたんですよ、普通にね。ただなんか喋ってる間にこうセブンルールになっちゃったんですけど、それがこう面白くて、これは新たなね、なんていうんですか、コンテンツというか、企画として一つのね、これはできるぞと思ったんで、すぐ2本目を撮りたいなって、同じように食レポでもいいかなと思ってたんですが、それ2本目かよみたいなね、こうファンザのサンプル動画を落としてきてつなげておかずにするっていうのを2本目にしたんで、それ2本目じゃないですよ普通に考えて。でもそこをねこう飛躍しちゃうっていうのが僕ですから、こういきなりねとんでもない変化球、冒頭のような変化球を投げたんですが、3本目はねちゃんとしたやつを考えてますんで、それもお楽しみにっていうか、昨日のそのセブンルール出てた方もこう非常に良かったですね。サバイバルアイドルなんか名古屋でアイドル活動をしてたけども、コロナでライブができなくなっちゃって、でサバイバルが、キャンプというかサバイバルが好きなんでっていうんで、それを YouTube でやりだして、それがこう当たっているというかね、脚光を浴びててみたいなので取り上げられてて、GoPro 使ってこういろいろキャンプ料理やったりとかしてるんですが、あれが一つね、何ですか、野生の動物を鹿を取ってさばいて やりたいみたいなことをやってたりとか、最終的にはこう無人島で生活したみたいなことをやってたんですが、その中でこうナイフが出てくるんですけど、そのナイフがね1本9万円ぐらい、8万8000円って書いてたかな、するすごいナイフをこう岐阜の職人さんがね、ぜひうちのを使ってくださいっていうので使い出したら、そのナイフがまためちゃくちゃかっこいいんですよね。みたいなね、やつをやってて、その出てた子よりもやっぱナイフの職人の今度はセブンルールをね見てみたいなと思いましたけどね、すごかったですよそのナイフみたいなことを見てね、これをどうにか自分に取り込んでやろうと思ってセブンルールを見ておりましたので、ぜひね
あれホームページも結構セブンルールのホームページね充実してて、予告編とかね、この人のセブンルールですみたいなのがあって、あれやっぱ面白い、あのフォーマット面白いんでね、もっとこう活用というか、僕からしたら悪用ですけどもしていかなくちゃもったいないなと思ってね、こう22世紀に残す、コンテンツとして僕はあれを一つ睨んでおりますから、もっともっとパロディを作っていこうかなって思っておりますね。ぜひ見てくださいということで、そんなところですわ。あとね、そのネタ番組が近々放送されると思いますので、それもお楽しみにということで、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。